こんにちは、盆栽職人南俊です。今回は11月にやる盆栽の手入れについて紹介したいと思います。11月にやる手入れなんですけど、これが実は初心者の方から毎月盆栽の手入れって何やればいいのか分かんないっていう声をいただいたので、毎月この月はこういう作業をしてくださいっていうのを1年通してシリーズ化して皆さんに紹介したいなと思ってます。はい、まず小白なんですけど、今これ黒松があるんですけど、黒松は11月はフルバを取るんですね。なんでフルバを取るかっていうと、これ見ていただくと分かると思うんですけど、結構混み合ってるんです。これが今年の葉っぱ、これが去年の葉っぱなんですけど、これがあると葉っぱの量が多すぎて日が入りにくかったり風通しが悪くなったりするんですね。一つはその日が入るように風が通りやすくするようにっていうのが一つで、あとはフルバを取ると木自体がですね、もっと頑張んなくちゃ芽を出さないとっていうふうに思ってくれるので、次の芽を出すためにその芽を出すのを促すためにフルバを取ります。では実際にフルバ取っていきたいと思います。でフルバ取る時はもうその力入れなくても結構簡単にこう抜けるんですね。なのでこういうふうに抜いていただいているんですけど、注意点として上からこうやって抜くとこの新芽を傷める可能性があるんですね。新芽に触れちゃってるんで、手を下から入れてこういうふうに取っていただくと新芽には触れずに新芽を傷めずにフルバだけを取ることができるので、少し難しいかもしれないですけど、慣れてきたらなんてことはないと思うので、そういうふうに取っていただけたらなと思います。これが新芽なんですよ。この下についてるのがフルバなんですよ。これこれが下の方についてるのはフルバでってことで。そうですね。今こういう色が変わってるのはもう分かりやすいですよね。これもう簡単に取れるんですけど、色が似たようなやつ、これとかもそれ新芽、これ新芽、この下についてるこれフルバで、こういうところにちっちゃい芽がいるんですよ。分かんないですよね。これ難しいんですけど、もう本当フルバだけを取る、葉っぱだけを引き抜く感じ。そうですね。基本的には手でむしるんですね。手でいけるところは手でやります。でこういうのもちっちゃいので難しいと思うんですけど、難しい方はもう、ピンセットを使っていただいて、ちょっと見やすいようにしますね。めっちゃ新芽触ってないですか？いや今ちょっと見やすいようにすみません。いや普段はこう新芽触らないですよ。触らないですけど、ちょっとそれ全部やるんですか？全部やるんですけど、これもちょっと覚えておいてほしいんですけど、こう中にあるやつはあんま取りたくないんですよ。この外にあるやつ、にある芽は大丈夫なんですけど、外にあるのは全部新芽でしょ？外にあるのっていうか、この輪郭を作っている芽っていうんですかね、例えばこれ輪郭を作っている芽だと思うんですけど、これ輪郭作っている芽の一つだと思うんですけど、この元に小さいのがいるんですよ。こういうふうに見えます？これとか、これはもうあれか、こっち見えますか？この芽、これはあんま取りたくないんですよ。木はこう上の方がよりエネルギーを持っていくっていう性質があるので、上の方は取っちゃっても生きてはくれると思うんですけど、だけど特に下の方の枝っていうのはもう弱いので、もうここら辺ちっちゃい芽があるんですよ。こういうのどれ見えます？こういうやつ。腸が優勢。腸が優勢って何ですか？腸体が強いっていう。上の方が。学校で勉強したよ。
学校で勉強しましたよ。したよ。理科ですと習ってない。ただでさえここの枝っていうのは弱いんですよ、上に比べると。日も当たりにくいし。日も当たりにくいし、もともとの性質上、やっぱり優先されるのはこっちの枝にエネルギーがいくっていう。でさらにもうこの下の方の枝の小さい芽なんてのはもう一番弱いんですよ。だからこういうのをフルバも取っちゃうと、もしかしたらその芽が死んでしまう、芽が飛んでしまう可能性があります。なのでこういうふうにやったら、これは残しておいてあげる。でこっちだけフルバを取ってあげる。最初難しいですけど、気にしてやってみるといいかなと思います。で、さっき言った弱い芽なんですけど、これですね、この芽はフルバ残してます、はい、こっち取ってこんな感じで残していただけると、この弱い芽にもちゃんと日が入るし、風も入るしっていうことなので、こういうふうに残していただければいいなと思います。このフルバを取った後に、もしかしたらなんですけど、葉っぱが折れてここからここまでの間が茶色く変色することがあるかもしれないです。葉っぱが折れてたら茶色く変色するんですけど、これは別に木が弱っているとかじゃなくて、ただ葉っぱを折っちゃったので茶色くなっているだけなんで、もうそういう場合はもうカットしていただければいいです。なのでなるべく葉っぱを折らないように気をつけていただければなと思います。本当初心者の方ってこれちっちゃい芽を残すとか弱い芽を残すとかってすごい難しいと思うので、分かりにくかったら僕のツイッターなどに写真付きでコメントいただければ、これは撮ってもいいです、これは撮んない方がいいですっていうふうにコメントを返せるので、そのようにしていただけたらと思います。はい、フルバトリー終了しました。これが撮ったフルバの量ですね。どうですか、最初に比べて。かなりすっきりしましたね。そうですね、すっきりしました。で僕らこの後針金をかける作業もあるんですけど、やっぱりこの方がしっかり幹も見えるし、木の正面をどこにしようかなって考えた時に葉っぱの量が多いとなかなか決められないので、しっかり見えるようにもなるんでね、フルバ取ると。はい、黒松はこんな感じでフルバ取りは終了になります。でちょっと簡単になっちゃうんですけど、五葉松の場合、これちょっと庭木の徒長してる部分がちょっといただいてきたんですけど、フルバがこういう茶色くなるんですね。でこれもうパッパッとやったら落ちてくるので、こんな感じでもう取っていただければフルバは綺麗になります。で黒松ほどは大変じゃないかなと思うんですけど、できればこう取ってあげて、同じですね、ちゃんと火が入るようにするのと風が通るようにすること、そういうことをやっていきたいので、まだこれ茶色くなってないのもありますね。茶色くなってないフルバ、こういう下の方についてるやつ、こういうのはもう簡単に手で取れますし、取りにくかったらピンセットを使っていただいても大丈夫です。で代表的な小白類はこんな感じかなと思うので、ぜひ実践していただければなと思います。雑木はこれもみじなんですけど、これは紅葉後に落葉するんですね。葉っぱが全部落ちるんですけど、その時に剪定作業があります。ただこれ葉っぱがまだある状態なので、今の時期は紅葉するものだったら紅葉を楽しんでいただけるし、実物だったら実を楽しんでいただけるので、やることはそんなないかなと思います。11月前に肥料を置いて、冬を越すために力をつけるっていうことをやるんですけど、もう11月いっぱいでもう肥料は取っちゃっていいかなと思います。12月に入っちゃうと本当にもうここら辺の地域ではですけど、やっぱ根が休眠期に入るんで、肥料を置いてもそんなに意味がないっていうところもあるので、もう11月、末ぐらいにはもう全部肥料は取っちゃってください。そんな感じで11月の作業をやっていただけたらなと思います。また何か質問等ありましたらコメントいただければと思います。それではバイバイ。今日の盆栽です。こちらは黒松になります。ちょっ
いやこれね面白いんですよ、幹の形が裏からの裏も分かりやすい。ここくっついてない、くっついてるんですけど、もともとはこうくっついてないと思うんですよね。こうぐーってこう動いてる、すごい動きに特徴のある黒松で、僕これボスが針金をかけてるのを隣でよく見てるんですけど、ボスの針金を見ながらこう自分もこう勉強して同じようにかけるっていう風にしてるんですけど、これ見た時にはあんまりこう針金の存在感がなくて、本当職人としてプロとして理想的だなって思ったのをすごい感じた一鉢なので、今日の盆栽に選びました。